おはいえなし、突然ですが皆さん、ソシャゲの売り文句でよくある基本無料って言葉は好きですか？私は嫌いです。なぜなら基本無料と称されるゲームで無課金で楽しめたことがないからです。というか一般論として企業は営利を求めてサービスを提供するんですから、ユーザーに無料でゲームをしてほしくないのが本心です。なので企業側が使う基本無料って言葉は提灯暗号の光ってる部分に過ぎず、一度我々をおびき寄せた上で無課金者に不便や負担、不快を与える仕掛け、あるいは逆に課金した方が幸せに感じる仕掛けを仕掛けてくるはず。その構造が透けて見えるから嫌いなんだと思います。で、今私がハマっているゲーム名称は基本無料です。名称ディスり動画かと思うかもですが、今ハマってるっつってんのにそんなスタンスを取るわけがなく、今回は名称興味あるんだけどまだ知らないし、そもそもそういうガチャゲーって警戒してるしっていう2ヶ月前の私みたいな方向けに、名称は無課金でもなぜか楽しめますって趣旨の動画です。ただなぜ無課金でも楽しめるのかという根拠と、あと逆説的に課金すると何がさらに楽しくなるのかって話をセットでしないと聞き手も腹落ちしないかなと思うので、今日はその辺を掘り下げてお話しします。話を聞いてなるほどって思ったらみんなで名称やろう。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。まずは無課金でなぜ楽しめるのかってところから。結論から言うと、その理由は高難易度を除く全コンテンツを楽しめるから、推しキャラを6週に1人おおむねお迎えできるからです。一つ目の話から掘り下げていきます。名称はメインシナリオやキャラクエのほか、高難易度コンテンツやら謎のサイドイベントやら色々あるんですが、それらコンテンツをプレイするのにお金はかかりません。じゃあお金はかからないけどスタミナはかかります。スタミナは自然回復か課金でしかたまりません。だから無課金勢はゆっくりしか遊べませんっていうありがちなやつですかって思うかもですが、コンテンツをプレイするのにスタミナもかかりません。名称にもいわゆるスタミナシステムはあり、キャラの育成素材を集めるためのコンテンツではスタミナを使うんですが、育成したキャラで遊ぶコンテンツではスタミナを使いません。あくまでキャラを育てるためにしかスタミナは使わないってことですね。じゃあ育成のところでスタミナシステムが立ちはだかってくるんだし、課金でスタミナを回復させられるなら結局無課金不利じゃねえかって思うかもですが、これも答えはノー。その理由は2つで、1つはそもそも少数キャラ育てる程度ではそんなに時間がかからないということ。名称は1チーム3人で構成するので、ごく一部の高難易度コンテンツを除き基本3人さえ育てれば OK で、3人だけ育てる分にはしばらく成長素材で困ることはありません。それともう1点、名称も他のゲームと同じく課金でスタミナを回復させられるんですが、課金によるスタミナ回復には回数制限がある上、コスパがあんまり良くないんですよね。というわけでリアルマネーの有無に関わらず、おおむねみんな平等のスピードでしか成長できないので、無課金者にとっては不利を被らない環境なのかなと思います。まとめると、もろもろ遊ぶのに金はかからない、もろもろ遊ぶためのキャラ育成のためにはスタミナを使うが、1パーティー3人分成長させるだけなら苦労しないし、そもそも札束じゃスタミナを十分に回復できない。だから無課金者でも各種コンテンツを楽しめるということですね。じゃあなんで高難易度を除く全コンテンツを楽しめるになるのか。高難易度だと何が無課金に厳しいのかってことなんですが、端的に言うと高難易度だと3人よりも多く育成が必要なので無課金だと厳しくなるってことです。なんか回答ずれてない？育成に必要なスタミナは課金でどうこうできるんじゃないでしょう。じゃあ育てる人数が3人から6人に増えようが、無課金者と課金者で育成ペース感変わらんのではと思うかもしれません。育てるキャラを決めた後の育成についてはその通りで、課金者と無課金者でおおむね差はないんですが、問題は育てるキャラそのものの方。課金者と無課金者ではどうしても最高レアリティである星5のキャラの数に差が出てきてしまいます。そして私が他のゲーム知らないので肌感覚ないのですが、いろんなゲームをやってる人曰く、名称は比較的星5と星4のキャラ性能差がはっきりしているらしく、多くの通常のコンテンツをプレイする上では星4でも全く問題ないというか、無課金者でも割と早めに星5を2人確保できるんですが、3人よりも多く星5のキャラの確保が必要な高難易度をプレイする上では無課金者だとかなり気の長い取り組みになってしまいます。もちろんしっかり時間と期間を費やせば無課金だろうが高難易度はいけるんですが、私としては無課金でも高難易度を楽しめるというのは少し違うかなと思い、ここでは無課金者は高難易度以外なら全部楽しめるというスタンスを取りたいと思います。まあ高難易度以外のコンテンツが圧倒多数だから、そもそもお金を払わずにって話がゴリゴリ調子のいいスタンスなのに、ここまでやらせてくれること自体が異常なのかなと私は捉えています。というわけで、無課金でも遊べるのはなぜかに対する高難易度の除く全コンテンツを楽しめるからというお話は以上です。続いては推しキャラを6週に1人おおむねお迎えできるからの方です。さっき無課金者でも割と現実的なスピードで主人公に加えて星5を2体確保できるといったこれを少し補足します。このゲームなんか主人公が普通に強いらしく、しかも主人公は同じチームを組むキャラに応じて相性の良い属性に変更できるので便利というわけで、1チーム3枠のうち1枠は気兼ねなく主人公にすることができます。
続いて2枠目ですが、この動画投稿時点で最新であるバージョン 2.4 では特定のミッションをクリアすることで5人の星5キャラから1人選んで入手できるキャンペーンが開催しています。しかもこの星5キャラは別に弱い星5でも何でもなく、中でもベリーナはヒーラーとしてトップクラスの性能を持つ星5です。これ自体はバージョン 2.4 の一過性のイベントなんですが、私が命中を始めたバージョン 2.2 でも似たイベントがあり、同様に同じ星5キャラを1人入手できたので、おそらく入手方法に多少の差はあれど、ガチャなしに星5キャラを1人得られるこのキャンペーンは続くものかと思います。というわけで、このキャンペーンで星5を入手できれば、主人公に加えて星5キャラが必要なのはあと1枠です。残り1枠を星5キャラで埋めるスピードですが、さっき結論でも似たこと言った通り、星5キャラじゃなくても星5なら何でも良ければ、確実に6週に1人は、星5の中でも推しキャラの星5が欲しければ、おおむね6週に1人は手に入ってしまいます。この根拠をちょっと長いですがご説明します。まずはこちらをご覧ください。これは名調公式のディスコードに貼られている情報で、バージョン 2.4 で入手可能なガチャ関連アイテムの総量情報です。そんなん公式のディスコードでまとめられてるんかって話はさておき、名調はおおむね6週間に1回バージョンアップがなされるので、この情報は言い換えると6週間おきに得られるガチャアイテムの総量ですね。直近のバージョンを見てもバージョン 2.4 の配布量が飛び抜けて多いわけでもないので、おおむね安定的にこの周期でアイテム得られるって捉えて良さそうです。この表の見方ですが、下段にどの出来事起因で何が得られるか書いてあって、それを無課金者課金者ごとにサマライズしたのが上段です。1行目が無課金者の総獲得量、2行目が月610円の月相観測パスというアイテムを購入した人の総獲得量、3行目が1220円のユニバースチャンネルというアイテムを購入した人の総獲得量です。今回は無課金者向けに考えるので 2,3 行目は気にしなくて OK です。1行につき4つアイテムが並んでますね。一番右が計6人いる常連の星5キャラか計5種類ある常連の星5武器を得るためのガチャ石、右から2番目がシーズナルのキャラの武器を引くためのガチャ石、右から3番目がシーズナルのキャラそのものを引くためのガチャ石、そして一番左が160個につき右側のガチャ石どれでも1個に交換できるアイテムです。このユーティリティなアイテムが16,800個手に入るということは、右側のガチャ石どれか合計105個まで交換できるということなんですが、この16,800個には高難易度コンテンツの報酬が含まれており、無課金の初心者はそう手に入んねえだろってやつまで含まれているので、それらを取り除くと12,500個になります。とするとガチャ石に換算しようとすると78個ですね。これをまるっとピックアップキャラを引くためのガチャ石に変えると、6週間に1回100個のピックアップキャラ用ガチャ石が手に入ることになります。って言われても、ガチャのシステムがわからないと100個のガチャ石の価値なんてわからんですよね。というわけで、名調のガチャのシステムについて説明します。一言で言うと、80連天井のすり抜けありというシステムです。80連天井というのは、80回ガチャを回せば星5キャラが必ず1人排出されるという意味です。星5の排出確率は1回目から80回目まで等確率というわけではなく、某キャラを引くまでのヒストグラムはこんな感じ。横軸がガチャ回した回数で、縦軸がその回数で星5キャラを引けた人の人数です。こうしてみると、65回目あたりから急激に星5キャラを引けた人の人数が増えていますね。というわけで、80回回せば確定で星5キャラ1体獲得できて、おおむね65回ぐらいから引ける確率が上がるって感じです。で、80連天井のすり抜けありとは何かというと、星5キャラを引くとき 50% の確率で目当てのその時ピックアップされている星5キャラを引くことができるんですが、 50% の確率で別の星5キャラが出てきてしまうというシステムのことです。例えばこのピックアップガチャ、思いっきり星5キャラルパが打ち出されていますが、星5キャラを引き当てた時にルパが出る確率が 50% になっているだけで、残り 50% では他の星5キャラ5人のうち誰かが出てきてしまいます。別にこいつらだって弱くはなく、なんならこの中のベリーナはさっき言った通りヒーラーとして超優秀な星5キャラなので、外れというとちょっと言い過ぎなんですが、まあ推しキャラが得られるかという目線ではどうしても外れという表現になってしまいますね。ただし一度すり抜けてしまった場合、もう一回マックス80連まで回さないといけなくなるんですが、この時に星5キャラを引き当てた場合、すり抜けはなく必ずピックアップキャラ、今回の場合ルパを獲得できます。すり抜けという外れイベントは起きても1回までということですね。それでは問題です。今お話ししたガチャシステム、すなわち80連天井ですり抜けは1回までありというシステムにおいて、今ピックアップされているキャラを自分が手に入れたいと思った時、そのキャラを手に入れるために必要なガチャ石の期待値はいくつでしょうか？正解は83個です。マジ？少なくねって思いませんか？
だって65回ぐらいから引ける確率が急増し始めるってことは64回まではなかなか当たらないんでしょう。しかも星5当てたとして 50% の確率ですり抜けるんでしょう。本当に鳴らすと83回で引ける計算になるのって思うんじゃないでしょうか。私もそう思ったんで計算したんですが、マジで83回ぐらいでした。1パッチ、つまり6週間に1回100個のガチャ石が手に入るというのは、6週間に1回ピックアップされた星5キャラをおおむね1体獲得できると同義なんですね。おおむねと言っているのは運が悪いとすり抜けるので12週間に1回になってしまうという意味です。まあその時はその時でいずれかの星5キャラを獲得できてるんですけどね。長くなりましたが、そんなわけなので無課金でも6週間に1回星5キャラを獲得できる。なのでさっきお話ししたキャンペーンの話も踏まえると、6週間あれば主人公プラス星5キャラ2体という強力なパーティーを組むことができます。星5誰でも OK というわけではなく、推しの星5キャラが得られるかという目線では1パッチにつき 50% の確率で得られて、もし外れたとしても何らかの星5キャラを獲得、さらに次のパッチでは確実に推しキャラが獲得できるっていう感じです。いかがでしょうか。無課金でも割と早く星5キャラが揃うし、かつまあまあ推しキャラを獲得できるし、無課金でも遜色なく楽しめるっていう感覚はつかめたのではないでしょうか。私がまだ名帳を知らない状態でこの計算をなんとなくした時に、無課金者に対して羽振り良すぎない、なんでそれで運営成り立つのと疑問に思ったんですが、今は完全にその疑問が晴れています。普通にゲームの出来が良すぎてやってるうちに課金したくなるからです。無課金で遊びたければどうぞ好きに遊んでね、うちは課金したくなっちゃった人からのお金で十分やっていけるんで、という黒ゲームスの余裕を感じますね。現に私も課金しちゃってるし。というわけで魂奪われた人が課金してるので、無課金でやるんだって人も気兼ねなく参戦してみてください。多分課金したくなっちゃうと思いますが、そうでなくても十分楽しめるので、始めてまだ2ヶ月ぐらいの私と一緒に楽しみましょう。ちなみに私は名帳超初心者向けのスタートアップ動画も制作していますので、概要欄のリンクからぜひ使い倒してください。最後に2点ほど補足します。1点目、無課金は無課金でも十分楽しめるとは言いましたが、推しキャラがピックアップされた時にすり抜けで逃したくねえんだよなっていうぐらいのモチベーションなら、美課金税として可能であれば月610円の月送観測パス、通称月パスは買うことをお勧めします。乱暴に言うと610円でガチャ石18個手に入るんですが、他の課金手段と比べて5倍ぐらい効率が良く突出しています。ただし毎日少しずつアイテムが手に入る都合上、短期間でガッと集められないので、もともと美課金上等ぐらいの気持ちなら早いうちにこの月パスだけは買っておきましょう。補足1点目以上でもう1点、冒頭言及したじゃあ課金すると何が楽しいのっていうところに対し、元ガチャゲー嫌いだったのに実際に課金した立場から感想をお伝えします。全部で楽しい要素が2つあります。一つは推しキャラが確実に手に入ることです。まあそりゃそうですよね。私は宗教上の理由でおっぱいが大きいエッチなお姉さんしかパーティーに加えられないんですが、課金によりきちんとチームをおっぱいで埋め尽くすことができて満足しています。まあ推しキャラを得る喜びはそりゃそうだろうって話で、もう一点の課金による楽しさなんですが、それは砂場の城をぶっ壊す感覚です。いきなり別ゲーの話をするんですが、皆さんファイナルファンタジータクティクスってご存知でしょうか。最近リマスター化が話題になっているスクエアが販売していたシミュレーション RPG で、その中に雷神シドというキャラが途中で仲間になります。このキャラの性能がぶっ壊れていて、シドが仲間になる中盤まではどちらかというと歯応えのある難易度なんですが、シドが仲間になるとシド短期で先制に特攻して剣ブンブン振ってるだけで戦闘が終わるヌルゲーと化します。シドほどじゃないにしてもタクティクス王が知ってる人は雷神の弓をイメージいただけると良いかなと思います。私はゲームのレベルデザインとしてこのシドは適切だと思っていて、なぜなら道中までジョブだアビリティだパラメーターだいろいろ頭使ってゴミゴミシミュレーションしていたところ、ストーリーが畳まれていく終盤にシドによってバトルの方がブワーッと駆け抜けられて、そのぶっ壊れ性能にカタルシスを得つつストーリーの方に注力できるという意味で、むしろあのバランスブレーカーっぷりがトータルでゲームの体験価値向上につながってるんじゃないかと思ってるからです。で、名調に対しても同じような匂いを感じていて、名調ってアクションバトルなのでプレイヤースキルを磨く余地があったり、風食効果がどうとか変装でバフ与えるがどうとか各スキルやパーティー編成の極めがいがあるんですけど、課金して同じキャラを引くことでそのキャラを強化する、すなわち突することによってそんな細かい要素がどうでもよくなるぐらい爆裂に強くなっちゃうんですよね。私はカルテジアというキャラを3突してるんですが、無突プラス普通の武器であるボス撃破に2分かけていたところ、3突プラスそのキャラ固有の武器に強化したら同じボスを30秒で倒せました。つまり課金して攻撃力が4倍に伸びたということです。これって名調が敷いたルールを札束でぶっ壊してるのと同義で、名調が敷いた断りをもとに最適なスキル回しやパーティー編成を考える面白さと、その断りを金の力でぶち壊す破壊的な面白さがあるってことなんだろうなと実感しました。で、今の私の心境として、金の力で超強いキャラを手に入れたのは純粋に征服
心が満たされるのでよく、特にデイリーの周回効率が劇的に上がったのは周回嫌いとしては素直に嬉しいんですが、今後新たなキャラを引いた時に凸による強化までセットでやらないと満足できない体になっていそうで、その点ちょっと怖さもあるんですよね。凸に手を出すの早すぎたかっていう。でもしばらくインランおっぱいお姉さん出てこなさそうだったからな。何が言いたかったかというと、推しを確実に得られるまでだったら課金するのはありかと思いますが、凸までし始めるとちょっと麻薬とまで言ったら黒ゲームズさんに申し訳ないんですが、禁断の果実感も覚えているので、その点は慎重に検討した方が良いかと思います。せっかくの面白ゲームなので、面白ゲームだからこそ持続可能な形で面白ゲームと向き合いましょう。既存プレイヤーから無課金希望者に対する熱いエールもコメントにてお待ちしております。以上です。家なしララは限られた時間で名著を最大限楽しむためのコンテンツを提供しています。今後作成する超初心者向け動画も見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いいたします。動画作成次第 X でも速報するので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また表では言いにくい裏話をメンバーシップで話していますので、そちらも何卒おついえなし。